おっさんがアストロニアで検証していきます。今回は前回投稿した動画ミュージアム全自動300万の爆薬施設の設営解説となります。栽培施設の動画と内容が重複する部分がありますが、あしからずご了承ください。ミュージアムの建造。ミュージアムは4カ所の提供エリアがあるので、建造後をイメージして建造する場所を選びます。ミュージアムは整地した場所に建造すると、後の作業が楽になります。建造の際、ミュージアム建造アンカーに近すぎると、建造可能な状態であっても建造できない場合があります。建造できない場合、少しだけ距離を取れば問題なく建造できます。ミュージアムをステージ2まで建造後に、メガプリンタープラットフォームが不要であれば、メガ分解デバイスで分解処理して整理します。爆薬について、ミュージアムに資源を提供する際、一番効率が良い資源が爆薬となります。爆薬のみで計算すると、ミッション達成に12万個必要になります。数が膨大なため、ミュージアムの手前に製造ラインを設営して直接提供します。爆薬は、オーガニックを精錬した炭素2個と、硫黄化学実験装置で合成して生産します。オーガニックは、タッパーを設置した爆弾ワタクタスから抽出して、溶鉱炉で炭素に精錬します。硫黄は、大気凝縮装置で抽出しますが、惑星カリドーもしくはアトロクスでしか抽出できません。爆薬製造ラインの建造。硫黄の抽出可能なカリドーとアトロクスと、そうでない他の惑星では、爆薬製造ラインの構成が若干異なるので、両方紹介します。カリドーとアトロクスの場合、爆薬は3台の化学実験装置を中心に、3台の大気凝縮装置、6台のタッパー、8台のポータブル溶鉱炉を6台の自動アームでつないだ製造ラインを2本建造して提供します。まず最初に、爆薬を提供する自動アームを設置します。自動アームを設置する前に、設置場所の提供用スロットの前を整地します。2本の製造ラインは左右対称になるよう建造するので、設置には提供用スロットの形状を目印に位置決めする必要があります。設置する際、自動アームに使用する中型プラットフォーム C を回転させることで、自動アームを決まった方向に配置可能です。3本の足のうち2本を揃えると120度単位で角度が出せます。今回は赤い三角部分を外側に揃えることで角度を取ります。自動アームの範囲の円を物差しに提供用スロットの一部を合わせることで設置場所を決めます。反対側の自動アームは左右対称になるように設置場所を決めます。次に、化学実験装置を配置する超大型プラットフォーム C を資源提供用のスロットの隣のスロープを基準に足を揃えます。足を揃えることで固定の角度が作れます。角度が決まったら、自動アームの範囲の円を定規にして位置を調整して配置場所を決めます。位置の調整の際、プラットフォームの中央をつかむと調整がしやすくなります。超大型プラットフォーム C を固定できたら、次は炭素を運ぶ自動アームを設置します。炭素の移動には2台の自動アームを使用するので、中型 T 字プラットフォームを利用します。移動先の超大型プラットフォーム C を定規にして、中型 T 字プラットフォームを回転させて、向きを調整して自動アーム2台を配置します。
自動アーム2台の降下範囲を定規に手前の2つのスロットにかかる位置で固定します。手前のスロットだけ降下範囲にすることで、降下範囲のストレージにしかアイテムが移動しないよう制御しています。次はオーガニックを精錬するポータブル溶鉱炉の位置を決めます。2つの自動アームの降下範囲の中間に中型プラットフォーム A を配置します。配置が終わったら、オーガニック移動用の自動アームの配置になります。2つの中型プラットフォーム A を使用してポータブル溶鉱炉用のプラットフォームのスロットの片側にかかるよう配置します。離して配置する理由は、2つの自動アームが近すぎると干渉して片側の自動アームが停止する不具合を確認しているためです。自動アームの設置やケーブルの配線が終わったら、アトロックスで採取できる爆弾ワタクタスを栽培します。一つの自動アームの範囲に3株ずつ栽培してタッパーを設置します。仕上げにポータブル溶鉱炉の中型ストレージサイロを配置、各自動アームに資源を配置して専用化します。次は、硫黄移動用の自動アームの配置になります。中型プラットフォーム C の足を揃え、赤い三角部分がプラットフォームの反対側になるよう向きを調整します。自動アームの範囲を定規にして4箇所の目印に合わせ設置します。設置できたら、超大型プラットフォーム C に化学実験装置を3台配置して爆薬をリピートで生産できるようにします。自動アームの降下範囲に入るよう中央の2台は表向き、端の1台は後ろ向きにします。最後に大気凝縮装置用の超大型プラットフォーム C を資源提供用スロットのスロープを基準に足を揃え、角度を決めます。大気凝縮装置のプラットフォームも自動アームの範囲を定規にして4箇所の目印に合わせ設置します。設置できたら中型ストレージ2つと大気凝縮装置3台を配置して硫黄をリピートで抽出できるようにします。カリドーの硫黄は濃度 100% で供給に余裕があるのに対し、アトロックスの濃度は 75% で需要に対し供給が若干上回ります。自動アームやポータブル溶鉱炉をオンにして電源を接続すれば爆薬製造施設が稼働します。爆薬製造ライン2本の必要電力は 224U になります。シルバなどの惑星の場合、まだミュージアムを建造していないなら、こだわりがなければカリドーもしくはアトロックスでの建造をおすすめします。まず最初に、硫黄を入手するために、惑星カリドーで大気凝縮装置を設置します。1時間で1600以上消費するので、超大型プラットフォーム C に大気凝縮装置3台と、大型ガスキャニスター1台を1セットとして、2セットで対応します。必要電力は 120U で、2時間弱で大型ガスキャニスターの容量2000が満タンになる計算です。大気凝縮装置の稼働ができたら、ミュージアムを建造してある、もしくは建造予定の惑星に移動します。すでに建造してあるなら、爆薬製造ラインの建造予定場所を設置します。ミュージアム建造前なら、整地した後建造します。爆薬は3台の化学実験装置を中心に硫黄の入ったガスキャニスター、6台のタッパー、8台のポータブル溶鉱炉を6台の自動アームでつないだ製造ラインを2本建造して提供します。爆薬を提供する自動アームの設置から始めますが、2本の製造ラインは左右対称になるよう建造するので、設置には提供用スロットの形状を目印に位置決めする必要があります。自動アームを設置する前に設置場所を整地します。設置する際、自動アームに使用する中型プラットフォーム C を回転させることで
自動アームを決まった方向に配置可能です。3本の足のうち2本を揃えると120度単位で角度が出せます。今回は赤い三角部分を内側に揃えることで角度を取ります。自動アームの範囲の円を物差しに提供用スロットの一部を合わせることで設置場所を決めます。反対側の自動アームは左右対称になるように設置場所を決めます。次に化学実験装置を配置する超大型プラットフォーム C を資源提供用のスロットのスロープを基準に足を揃えます。足を揃えることで固定の角度が作れます。角度が決まったら自動アームの範囲の円を定規にして位置を調整して配置場所を決めます。超大型プラットフォーム C を固定できたら次は炭素を運ぶ自動アームを設置します。炭素の移動には2台の自動アームを使用するので中型 T 字プラットフォームを利用します。移動先の超大型プラットフォーム C を定規にして中型 T 字プラットフォームを回転させて向きを調整して自動アーム2台を配置します。自動アーム2台の降下範囲を定規に手前の2つのスロットにかかる位置で固定します。手前のスロットだけ降下範囲にすることで降下範囲のストレージにしかアイテムが移動しないよう制御しています。次はオーガニックを精錬するポータブル溶鉱炉の位置を決めます。2つの自動アームの降下範囲の中間に中型プラットフォーム A を配置します。配置が終わったらオーガニック移動用の自動アームの配置になります。2つの中型プラットフォーム A を使用してポータブル溶鉱炉用のプラットフォームのスロットの片側にかかるよう配置します。離して配置する理由は、2つの自動アームが近すぎると、干渉して片側の自動アームが停止する不具合を確認しているためです。自動アームの設置やケーブルの配線が終わったら、アトロックスで採取できる爆弾ワタクタスを栽培します。1つの自動アームの範囲に、3株ずつ栽培してタッパーを設置します。仕上げにポータブル溶鉱炉の中型ストレージサイロを配置、各自動アームに資源を配置して専用化します。次は、硫黄移動用の自動アームの配置になります。中型プラットフォーム C の足を揃え、赤い三角部分がプラットフォームの外側になるよう向きを調整します。自動アームの範囲を定規にして、4箇所の目印に合わせ設置します。設置できたら超大型プラットフォーム C に化学実験装置を3台配置して爆薬をリピートで生産できるようにします。自動アームの降下範囲に入るよう中央の2台は表向き、端の1台は後ろ向きにします。左右両側の作業が完了したら大型ガスキャニスター用の超大型プラットフォーム C を資源提供用スロットのスロープを基準に足を揃え、角度を決めます。ミュージアム側の大型スロットが左右のヨーヨーの自動アームの範囲の中央になるように設置します。設置できたら中型ストレージ2つとガスキャニスターを配置して硫黄を排出して供給体制を整えます。自動アームやポータブル溶鉱炉をオンにして電源を接続すれば爆薬製造施設が稼働します。爆薬製造ライン2本の必要電力は 104U になります。自動で爆薬を生産し続けますが、硫黄の補充が必須なので2時間ごとに様子を見る必要があります。硫黄の輸送に関しては複合ターミナルを導入してもいいかもしれません。基本的に街のゲームになるので手が空いている状況なら別途他の資源を用意してもいいかもしれません。動作確認について、今回の爆薬製造施設はかなりシビアな部類の配置で建造しているので動作について説明します。ゲームの特徴として
同一プラットフォーム上の資源は同一プラットフォームで共有されるというルールがあります。例えば、溶鉱炉が配置されているプラットフォームに精錬前の資源が配置されていたら自動で精錬されたり、研究分析台が配置されているプラットフォーム上に研究アイテムなどが配置されていたら連続して研究できたりします。このルールを利用して化学実験装置に炭素が投入されるようにしています。弱点として空きのスロットがない場合、稼働が停止する問題があります。空きのスロットがないと合成された爆薬が排出できずに停止しますし、炭素と硫黄どちらかの資源が投入できない状態が発生します。解決策として爆薬は専用の排出スロットを用意、硫黄はプラットフォームの外からの投入となりました。当初は解決に大量の自動アームを動員して対応していましたが、配置場所が今以上にシビアで再現が困難でしたが、このルールを採用して自動アームを最小にすることで、よりシンプルに、より高速化が実現できました。実際の動きを見ていきます。精錬された炭素が自動アームで中型ストレージサイロに運ばれます。スロットが満タンになると、自動アームは範囲内にしか作動しないので、炭素は隣の中型ストレージに運ばれることはなく、スロットに空きができるまで待機します。中型ストレージサイロが満タンになった状態で化学実験装置を稼働させると、合成された爆薬は隣の中型ストレージに排出されます。硫黄の投入に関しても、当初は2台の自動アームで対応していましたが、化学実験装置の向きを変えることで、1台の自動アームで対応可能になっています。いかがでしたでしょうか。メガテックは導入に際し、詳しい説明部分が明確になく、一つ一つが試行錯誤の連続です。手探りで答えを求める達成感はありますが、人を選ぶ要素が強めとなっています。今回のミュージアム関連の動画がゲーム進行の一助になれば幸いです。それでは皆さん、良い冒険を。